手首の筋が出る人はかなりやばいんです。皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は指先、さらには前腕部分まで細くして、そして手首の痛みまで通ってしまう、そんなストレッチのご紹介です。というのも最近は緊急事態宣言の影響でテレワークが増えて、普段よりも手を使う機会増えたと思います。デスクワークだったり、スマホを触ったり、さらには本来だったら家から出ているはずの旦那さんやお子さんのお世話をするために家事の量が増えて手が疲れやすいという方多いんじゃないでしょうか。でも実はそもそも何か作業をした時に手が疲れやすいとか太くなってしまう、手首が傷んでしまうというのは筋肉の使い方を間違ってしまっているんです。なので今日の動画では正しい筋肉の使い方を最後まで見ていただければマスターすることができます。そうすれば指先は綺麗になり、さらには手首の痛みもなくなります。ぜひ最後までご覧ください。まず指をきれいにするために大切なポイントとしては、筋肉にはアウターマッスルとインナーマッスル2種類があるということを覚えておきましょう。特徴としてはアウターマッスルはボディビルの方みたいな外側の見えるごつい筋肉です。力の発揮が大きくて非常にパワフルな筋肉なんですが、非常に関節への負担も大きいですから痛みとか疲れの原因にもなりやすい。逆にインナーマッスルというのはバレエダンサーのような細くしなやかな筋肉です。この特徴としては力は弱いんですけども、関節の近くについている筋肉なのでスムーズな関節の動きを助けてくれて無駄な筋肉をつけない。だから細くしなやかな綺麗なボディスタイルができるんです。さらに言うと、このインナーマッスルが働いた後にアウターマッスルが働くという順番ができてくると、無駄な外側の筋肉を使わなくなるからどんどん疲れにくくなる。さらに無駄な外側の筋肉が落ちて細い体のラインになっていくというふうに非常にいい循環ができてきますから、本来人間というのは先にインナーマッスルを鍛えるべきなんです。ただ難点としては使い方が非常に難しいので、今日はこの正しい手のインナーマッスルの使い方をご紹介していきます。まずチェックをしてみましょう。皆さんは手をギュッとグーにした時に筋張ったりしませんか？こういう筋が出やすい方というのは実は腱鞘炎という手首の痛みにつながるリスクが高いんです。これが指の中央筋というインナーマッスルを使って握れる方というのは、こうやって第一関節第二関節を伸ばしたままで手を握ることができるので、ほとんどここに筋が出ないんですね。これがインナーマッスルを使った中央筋握りという手の使い方です。この握りができてから指先をぐっと曲げていくアウターマッスル、この筋肉は前腕部分までつながっていますから、過度にこれを使いすぎてしまう方はこの前腕部分まで太くなってしまいます。ですから今日はこの中央筋を使った握り方をしっかりマスターして、細くしなやかな指先、そして傷まない手首っていうのを作っていきましょう。ですから今日のエクササイズは2ステップです。手の中のアウターマッスルをストレッチリリースしてからインナーマッスル中央筋の使い方をマスターしていきます。それでは一緒に頑張りましょう。ではチェックを2つしていきます。まずは力を抜いて手を机や足の上に置きましょう。この時に手の指がぐしゃっと丸まってしまう方、これはかなり指の外側の筋肉が硬くなっている証拠です。もしこれに左右差があれば縮こまっている方が硬くなってますから、そちらはたくさん伸ばしておきましょう。まずこの違いに気づきを持つこと、そして今度は動く時ですね、第3関節だけを曲げていきます。第1、第2の指の関節は伸ばした状態で、第3関節だけギューッと反らす、この動きができますか？この時も指先が先に曲がってきちゃうっていう方、4本指が先に曲がってしまう方、これも外側の筋肉を使いすぎています。インナーマッスルと言われる中央筋、この手のひらの筋肉が使えなくなると指ばっかりが曲がってしまいますから、これも左右差がないか、そしてうまく使うことができているかを確認しておいてください。これができない状態でデスクワークやスマホを触ったり家事をしたり続けてしまうと、どんどん指が太くなったり手首の痛みが悪化しやすいですから、ここからしっかり改善をしていきましょう。では早速ストレッチをしていきます。まずは指先をパーに開ききって閉じて開く、これだけしっかり開いて閉じて開いて閉じて、思いっきり指先を反らしきったままです。指の先がちょっぴりね地面から浮くぐらい。もちろん机とかに置かなくてね、エアーでやってもらっても全然いいです。指を反らして隙間を開く。なかなかね最初難しいと思いますよ。指の隙間が開きにくかったり伸びきらないと思います。はい、いいです。今度はこの反ったままこの指を全部反らしていきます。ぎゅーっと後ろ側に。はい、この時肘をちょっと曲げて、
こういったストレッチをするときに手首をね曲げたくなるんですが、もちろん手首も曲げながら指全部を反らしていく。結構痛いと思います。指先を反らして親指も少し後ろに引っ張る。手のひら全体がピーンと突っ張るところを探していきましょう。もちろん壁に手をつけてもらってもいいです。スペースがある方は壁に手のひらをつけて伸ばしても大丈夫。 OK、 今度は反対側です。ちょっとずつ指の隙間が広がっていくのを感じて、親指も後ろにできたら引っ張りながらいきましょう。はい、伸ばしていきます。持ち方は自由で構いません。指先を一個一個しっかりと反ったまま、かなり前腕部分が痛くなりますね。キープをしていくとここら辺もピーンと突っ張るし、手のひらや指の腹までめちゃくちゃ伸びてきます。これだけでも手先の冷えとかしびれの解消にも非常に効果があります。もう一息。はい、いいです。今度は親指、この親指を後ろに引っ張ります。自分の方に引っ張るような感じですね。はい、ぎゅーっと引っ張って、これもこの親指の付け根あたりがかなり痛いですね。突っ張り伸びが強まるところを探していきましょう。ただ指を痛めないようには気をつけて、深く吸って、ゆっくり長く吐き切る。はーっと吐いて、もうちょい指しんどいけど頑張って。特にね、パソコンデスクワーク、パソコンのマウスを使う方、そういった方はここら辺しっかりと伸ばしていきましょう。はい、今度は反対です。結構痛いですよ。その代わり手がめちゃくちゃ心地よく気持ちよく伸びていきます。親指を自分の方に引っ張る。ちょうどこんな感じですね。はい、指の腹全体がめちゃくちゃ伸びていきます。指の引っ張る方向を微妙に変えながら伸びが強まるところを探します。反対の親指で付け根をぐっと逆に押してあげるような意識をすると伸びが強まっていきます。さあ次のストレッチでラストです。 OK、 今の全部指を開いた状態で手首を反らします。手のひらで迫ってくる壁を押し返すような感じ。ぐーっと押して戻す。体の真横をぎゅーっと指先開いたまま、めちゃめちゃ前腕部分から手のひら全体が伸びていきます。両手一緒に。ここで指が曲がりそうになったら耐えて反らす。そう、もうちょい、あと10秒。ぎゅーっと伸ばして曲げる。呼吸忘れないように。もう一息。そうです。 OK、 手がだるいで、こっからが本番です。ストレッチが終わったのでエクササイズ。先ほど言った腸腰筋を使った握り方。はい、第1関節第2関節は反らしたまま、指の付け根第3関節だけをしっかりと曲げる戻す曲げる戻す。この時に親指があまり迎えに行かないように、親指も地面に近づけたまま、そして指の隙間開いたままできますか？大体皆さん指が縮んできますからね。しっかり指を開いたまんまで指の中腰筋を使って握っていきます。 OK、 ここら辺がだるかったら大正解。今度は手を置いた状態で指を反らしながら、さっきと一緒、第3関節を使って縮める戻す縮める戻す。さあどうでしょうか？手のひらしっかり使えてますか？指はピーンと反って伸びていく感覚です。いいですよ。もうちょい、あと半分。ストレッチの時間はね、長めにしてもらっても逆に短くしてもいいです。自分で再生の速度を調整してください。さあもう一息。 OK、 いきました。今度はこういう形で手首の角度を固定したままで第3関節だけを曲げる戻す曲げる戻す。どうでしょうか？これですね、分かりにくい時、もしくは手首ごと動いちゃうっていう時は、最初手首を固定して片手ずつやってもらっていいです。できてますか？はい。
そうそうそう、ちょっとずつでいいですからね。最初指が曲がっちゃう人も慣れてくると指を反らしたまま曲げれるようになってきます。 OK。 せっかくなんで反対もやっておきましょうか。こんな感じです。手首をまっすぐに固定したままで第三関節から曲げていく。よいしょ、戻す。はい。でこれも指の隙間はしっかり開いてますよ。全部しっかりパーに開いたまんま。手のひら、中腰筋のあたりがだるくなったら大正解。辛いけどその分やっただけ指がどんどん細くなっていきますし、腱鞘炎など手首の痛みの予防改善にもつながっていきます。難しい人ほど頑張って OK です。はい、どうでしょうか。最初よりも少し指の動き方がスムーズになっていますか。もしくは力を抜いた時に最初よりも少しでも指が開いていればバッチリです。1週間2週間続けていくうちに手の動きはどんどんスムーズになり、マスターできた頃には指先のラインがキュッと細く変わっていきます。そして今行った動きというのは、例えば日常生活でマウスのクリックをする時に指で曲げてクリックするんではなくて、指の腹から曲げてクリックをするだとか、何か物を掴む時も指先でガチッと掴むんではなくて腹からしっかりと掴みに行く。もしくは僕であれば日常生活で意識するのは、このように買い物袋などを持つ時にギュッと握るんではなくて、指先を伸ばした状態で第三関節だけを曲げてそこに引っ掛けて物を持ったりというふうに、日常生活でちょっとした意識をするだけでこの指先の使い方をちゃんとできるように変わっていきます。ですからストレッチやエクササイズを特別なものと思わずに日常生活の一部だと思って取り入れてみてください。そしてたくさんの方からオンラインサロンのご希望をいただきましたので、今年の2月からオンラインサロンをスタートします。概要欄の方に LINE 公式を掲載していますから、ご興味がある方はそちら登録しておいてもらいますと、詳細が決まり次第 LINE の方で皆さんにご案内を送らせてもらいます。ぜひお友達追加をしておいてください。ということで今日の動画もですね、いいなと思った方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。